こんばんは。今日はエンハイフンハイの第4話を見た感想を述べてみます。私的にはね、第1話を見てちょっとテンションが下がってしまって、2話3話も見たんですけど、すごいねテンションが上がって見れたかっていうとそうでもなかったなと。でも4話のね、このお寿司食べてるシーンからね、すごいちょっと楽しく見れたなと思いましたので、上げてみます。まずね、みんながお寿司食べることをすごいね、楽しみにしてくれてたのも嬉しかったし、ソンフンはお寿司好きみたいでね、すぐ完食してくれてましたね。で、このシーンね、橋渡しをしてるところをね、ニキがちゃんとね、それはダメだっていう風に言ってね、で箸で渡すっていうのは、日本ではタブーだよっていうことと、あと肘をつくのもダメなんだよとかね、ちょっと日本の文化をね、しっかりみんなに一番最年少だけれども伝えていける環境なんだなっていうところでね。で J もね、しっかり日本のやっぱ文化分かってて、寿司のね卵焼きには砂糖を入れるんだよとか言っててね。あとヒスンがね、ちゃんとごちそうさまっていうのかなみたいな感じで2期にね聞いてて、そこも嬉しかったですね。続いて、撮影の合間にね、結構ヒスンがねしっかりカメラをね意識して、視聴者に向けて話しかけてくれたりしてましたよね。でヒスンがずっこけて、それでもねカメラが無事でよかったっていうね、すごい真摯な答えしてましたね。いやほんとね、だんだんヒスンもね心優しい人なんだなってね分かってきましたね。で続いてはプロモーションビデオの撮影でね、デビューに向けて駆け抜けた日々ってことでね、ほんと大変だったけれども果てしない努力で前に進んできたと。やっぱりね、このエンハイプン自体もね、オーディションを経ていろいろカットする部分あったけどね、やっぱりこう7人で団結して頑張ってるんだなとね、実感しますよね。でこっからすごい私楽しくて、なんか性格分析みたいなんでね、ジェイクとソヌがね同じタイプだっていうことで、愛されることにね喜びを感じるタイプみたいですね、2人ともね。で2人のおかげで温かな雰囲気になるっていうことで、癒しの2人なんでしょうね。で続いてヒスンとニキもね似たタイプってことで、何かを披露して褒められたいタイプっていうことですね。で2人ともその通りっていう形で、なんか2人ともね、結構アピールするタイプかなっていうふうにも思いますもんね。で続いてソンフンとジョンウォンがねまた似たタイプってことで、これも結構納得ですよね。何事にも忠実なタイプで、なんか見ててもやっぱみんなをこう見守ってる感じがねやっぱ出てますもんね。で、7番の人とね過ごすのが好きだっていう分析が出てて、その7番が J ということでしたね。明るい人が隣にいると安心できるタイプなそうですね、このお二人ね。で、その7番の J っていうのは、芸能人のね素質があるということでしたね。まさに花ありますよね J ってね。でムードメーカーっていうことで、少し騒がしいのが欠点って言ってね、みんなちょっと笑ってましたけどもね。でこの日は、このみんなの性格とか分析した後にね、誰がリーダーになるかっていうのを決める形だったんで、みんなねリーダーになったらこうしたいみたいなね意見言ってましたね。いやちゃんとこういうね性格とかみんなもう分析してリーダーとかも決めていくんだと思ってね、韓国ってやっぱりそういうとこもしっかりしてるんだなと思いますよね。日本もしてるのかわかんないんですけど、こういう背景ねちゃんと見せてくれるので、なんかこうどのようにしてリーダーになったかっていうね過程がちゃんとわかるのでね、こちらもこう納得できますよね。で次の質問に対してねみんなこう答えてる中で、2期がねやっぱ韓国語あんまりまだね理解しきれないとこがあったら、J が日本語でねちゃんと説明してくれるみたいでね、もう私はやっぱり J のねこのね優しさ、全体を見てくれるっていうか、2期をしっかりサポートしてくれるところがね本当に嬉しく思っております。ジョンモンはねリーダーになったらお互いの欠点を補い合いながら信じ合って、問題もね解決できるようなねチームを作っていきたいみたいな形で言ってましたね。私的にはねヒスンかジェイかがなるのかなとか思ってたんですけど、メンバー一人一人がね輝けるようにっていう形でね決めていったのかなっていうふうに思いますね。続いて辛い時に真っ先に思い浮かぶメンバーはっていうところでは、ヒスンとジョンウォンがね多く票を取ってましたね。で感情の起伏が最も少ないメンバーはっていうところはジョンウォンということでね。いやジョンウォンめちゃくちゃ冷静なんですね。ほんでトラブルが起きそうな時率先して解決してくれるのはっていうのは J だと思うという形でね。ヒスンとね J が、同点だったみたいですけどね。で嫌なことでもしそうなのはっていう質問は J がねまたね満場一致で、
まあだからヒスももちろん兄貴肌なんだろうけれども、 J がね、縁の下の力持ち的なところあるんだろうなと思いますよね。で、問題が起きても落ち着いてそうな人はジョンウォンってことでね、どこまでも冷静キャラなんだなと思いますしね。続いて、グループのために損をしても耐えられそうなのはっていうのではね、J だっていうことでね、またね。で、ソンフンはね、僕は無理かもとか言ってね、ソンフンはもうね、ずっとマイペースにやってらっしゃるだろうなと思いますね。続いて、喧嘩を仲裁してくれそうな人っていうところでは、ヒスンとジョンウォンですね。ここは J じゃないんだと。J はね、一緒になってこう熱くなってくれそうな気もしますもんね。で、人間性の良さを学びたい人はというところでは、ヒスンとジョンウォンってことでね。なんかやっぱりエンハイフンって、ヒスンとジョンウォンがこう中心的で、縁の下に J がいて、で、ジェイクとあとソヌと、ソンフンはこう癒し系でいて、で2期はね、一番年下でワンパクみたいな感じなのかなみたいなね、イメージですけどね。で、こういった、話し合いを経てリーダー選びをされておりましたが、結果ジョンウォンがねリーダーに選ばれておりましたね。物おじしなくてメンタルが強いというところが決め手になりましたということでね。なんかね、もうこの時ね、ニキとかソヌとか、ほとんど喋ってないなみたいなね、ソヌ元気なかったのちょっと心配になりましたけどね。どこで見たのかちょっと忘れたけど、ソヌね、初めはこう馴染むのちょっと大変だったみたいな言ってた気もするのでね、マイペースなんでしょうかね、ソヌもね。これからはね、ジョンウォンがね、リーダーとしていいクッション役みたいな形でね、全体の雰囲気をね、みんなの意見を取り入れながらね、しっかりやってくれればいいなというふうにね、思っております。ほんで、ヒスね、結構ね、カメラにね、やっぱりしっかりね、アピールしてくれてますね、いつもね。で、こちらがそのデビューショーの前日のリハーサルみたいですね。衣装チェンジもね、しっかり練習しなきゃいけないっていうこととかね。で、J がね、なんか髪の毛 4,5 回ブリーチやってね、桃みたいっていう風に言われてましたね。いや、ほんとね、J はね、やっぱムードメーカーだからね、みんなをこうちょっとね、明るいテンションにしてくれますよね。で、似合ってるとかみんな言ってくれてましたけどね、心がこもってないとか突っ込んでましたね。いや、私はね、最近 J が本当にね、好きになっててね、いや、もともと好きなんですけどね、本当 J がいてくれてよかったなーってね、2期を支えてくれてるのもあるし、余計思っておりますね。今日もイケメンなメンバーということでね、本当にね、みんな美しいし、で、さっきの診断みたいなので、ニキとヒスンがね、同じタイプっていうのも分かったので、これからよりね、2人がこう仲良くなっていくんじゃないかなっていう感じもしますよね。そしてギブンテイクのね、リハーサルシーンになっておりましたね。いや、振り付けを確認するニキと J がまたね、一緒にいてくれたしね。で、もうやっぱジェイクのね、こうなんていうの、人間性やっぱりいいからすごい見てて癒されるしね、2ヶ月はあっという間に終わって、ついに見せられるので嬉しいですってことでね。で、無事ね、リハーサルを終えてね、なんかやっぱりこう緊張して完璧に覚えてなかったなみたいな反省点もあったりしてね。でもね、よくやったと。で、明日ね、もっと頑張りますっていう形でね、アピールしてくれてましたね。で、続いて、デビューショー当日になりましたね。で、発声練習をね、みんなにこうレクチャーするヒスンが映ってましたね。で、2期がね、ちょっと緊張してるけど頑張りますみたいな形で言ったら、誰かがね、実力はあるだろうって、多分これ J だと思うんだけどな。早速ね、やっぱ褒めて伸びるタイプの2期をね、しっかり褒めてあげるね、ところいいなと思いますよね。そしてステージに立つ日を夢見てきた7人っていうことでね、デビューステージのために誰よりもね、努力した7人っていうことでね。私はね、この辺からね、よりこうね、胸がぐっと熱くなってきてね、アイランドからね、ずっと見届けてきた身としてはね、やっぱりいろんな思い出もあってね、ここにたどり着いてることがね、わかるのでね。で、エンジンのね、掛け声も決まってましたね。そしてついにデビューショーが始まりましたね。もうちょっとね、ほろほろと涙出ますよね。アイランドから見てたものとしてはいろいろね、複雑な感情も初めありましたけどね、やっぱりね、そのエンハイプンとしてね、選ばれた7人をね、しっかりやっぱり応援していきたいという気持ちもね、ありますのでね、これからもエンハイフン追っていきたいなと思っております。で、こっからもね、ちょっと感動したんですけどね、誇らしいと思われるね、アイドルになりたいっていう風にね、言ってましたね。
続けて人の心を動かせる、愛を与え合えるねアーティストになりたいということでね、しっかりしたね言葉伝えてくれるなと思ってね、初心を忘れずに成長を続けていきますっていう形でね、いや本当にね、なんかもうちょっと感動しましたね。このエンハイプン誕生のね物語を私はこう見れてよかったな、幸せだったなっていうふうにね思ってね、私はねエンハイプンをこれからもねちょこちょこ追っていきたいなとは思ってるんですけども、すっごくコアに見れてるわけではないので、ちょっと受け取り方とかがね皆さんと違ったりとか、そういうことがあるかもしれませんけれどもね、またご意見とかいろいろいただければと思います。で、このねエンハイフンハイっていうのが、第4話でね終了っていう形だったので、アベマさんで見れるコンテンツはちょっと終わってしまったんですけれども、そうでこのね最後に流れたこの振り返りシーンっていうか、こういうのが憎いなと思ってね、やっぱこういうとこ好きなんだよなと思いますよね。今後もね温かい目で見守ってほしいですっていうことでね、なんか私ジェイクとかねソヌとか、あとジョンウォンとかあんまりね詳しくまだ見れてないのでね、もちろんソンフンもねもっと見たいなと思いますけれどもね、いやねもう一回アイランド見ようかなとも思うんだけど、最後がもうどうしてもねもう見れなくてね、でもねユキがもし出たらねまた見たいなとは思っております。はい、今日はこんな感じで終わります。ご視聴いただいた方いつもありがとうございます。ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。